アニメ化 ZGMF-X2OA ストライクフリーダム。この世界での最強を誇るモビルスーツとして生まれたこの機体は一度も被弾しなかった伝説を残した一方で、世界の最強というにはまだ早い、明らかになっていない謎も残されていた。これは主人公機という栄光の裏で様々な苦難に見舞われることになる機体ストライクフリーダムの記録である。本機はもともとガンダムシードの時代であるコズミックイラ71年にはザフトの手で開発が進められていた。そしてその当時は地球連合との戦力差を圧倒的にするためにスーパーコーディネーターであるキラヤマトが乗り込んだフリーダムの量産化を目指して作られていたという経緯を持つ別世界のサイコザク軍団もびっくりな怖すぎるコンセプトの機体であった。しかしそんなにうまくいってくれることはなく、搭載予定であった宇宙世紀でいうファンネルである新型ドラグーンと同じく新型の高機動スラスターの完成が間に合わず、結局完成できなかったのである。しかも戦後に連合とプラントの間で結ばれた核の使用を禁ずるユニウス条約のせいで一握りの敗者復活チャンスでさえも失ったりと、最初は不遇の塊のような機体でもあった。しかし後の主役機となる豪運は半端ではなく、連合とザフトの戦争が再び激化した時の対策として圧倒的な火力を求めた非戦派組織であるターミナルが完成していたパーツと設計データをザフトから奪取して独自に開発を続行。そこからキラ専用機として様々な魔改造を加えられることになった。その基本構造は宇宙世紀のムーバブルフレーム機のように独立した骨組みとなるフレームに装甲をかぶせるようなものになっている。装甲はザフトのインパルスなどにも使われた電力の調整で強度やカラーリングが変化するバリアブルフェイズシフト装甲を採用し、内部のフレームにも物理的な強度に優れたフェイズシフト装甲を組み込んだことで、できるだけ人間に近い動きと高速移動時の負荷に耐えられる構造になっている。一方でフレームが露出しやすく、装甲との隙間も多いため、使用している装甲の豪華さの割に強度はあまり高くないらしい。もっともガンダムシリーズには某赤い人の当たらなければどうということはないな理論もあるため、キラならそれができるよと彼に重すぎる期待を寄せた存在でもあった。他にも本機のコクピットには旧フリーダムより多くの標的が狙えるようになった新たなマルチロックオンシステムを搭載。エンジンはザフトの最新技術を取り入れた新型の核融合炉に加えて、外部からエネルギーを遠隔でチャージできるデュートリオン送電システムを合わせたハイパーデュートリオンエンジンに進化。核動力は無制限だから進化の必要はないのではという話もあるかもしれないが、核動力はぶっちゃけエネルギーを一気に全開させるものではなく、少しずつしか回復しないため、装甲とフレームに使う程度の電力なら常時使える一方で、回復量を大きく超えてしまうほどのエネルギーを消耗した時はエネルギー切れの状態であるフェーズシフトダウンを起こしてしまうのである。そのため運用面の課題はまだまだ多く、外部から一気にエネルギーチャージをできるようにするデュートリオン送電ビームシステムも搭載することでエネルギー切れのリスクを大きく減らしたのである。そしてそんなエネルギー豊富な本機の能力を大きく活かすことができるのが強力な推進機関の存在で、その要になっているのがバックパックに接続されたスーパードラグーン機動並走ウイングである。このパーツは本機に絶大な速度と運動性に加えてスーパードラグーンという新型の遠隔誘導端末を与える兵装であり、太陽風などからエネルギーを得て高速の機動力を発揮できる技術であるボアチュール・リュミエールというものが組み込まれている。その結果、波の機体では捉えられない速さを発揮できる上に、スーパードラグーンの射出後は基部から光の翼を放出し、もう一段階速度が上がるという仕組みになっている。さらにスーパードラグーンも複雑な空間認識能力が要求されるため、本機はキラ以外が操縦すると
とんだポンコツになる可能性が高い機体でもあった。多分、何の免許も持たない一般人に、いきなり軍用ヘリを操縦させるようなものかもしれない。ちなみに本機は戦場を選ばない機体だが、ドラグーンは地上では使えないため、全力を発揮できるのは空になるようである。その他フリーダムのハイマットモードとフルバーストモードは引き続き受け継がれており、前者は通常時より高速かつ複雑な動きが可能になる。先ほどまでのウイングを開いた状態で、後者はドラグーンを含めた全武装を一斉発射するモードになっている。武装に関しては全体的にフリーダムの上位版になっており、頭部にはいわゆるバルカンである 31mm 近接防御機関砲が2門、フリーダムのビームライフルの改良版で、手数を重視して2丁で使ったり、連結させて遠距離狙撃用に使ったりと、近距離から遠距離まであらゆる射程に対応できるようになった高エネルギービームライフル。腹部に搭載された大出力のビーム砲で、火力はもちろん連射性能が意外と高いカリドゥス副装ビーム砲、機体制御及び実弾を発射するレールガンであるクシフィアス3レール砲。その側面に収納してある連結可能なビームサーベルであるシュペールラケルタビームサーベル。フリーダムの実体盾よりも防御性能が大幅に上がったビームシールドがある。他にも本機のスーパードラグーンは非常に捉えにくい角度からビームを撃ったり、ビームソードを発進して接近戦を展開するなど、厄介すぎる攻撃が仕掛けられるようになっている。ちなみに大型のアームドモジュールであるミーティアとのドッキングも引き続き可能である。そして本機はシードデスティニーの終盤に登場するのだが、その少し前にキラの乗るフリーダムが、新アスカが狩るインパルスガンダムに撃破される事件が起きていたため、まさかの計画倒れになりかけていた。しかし、主人公属性を取り返したキラの死亡フラグが立つことはさすがになく、本機は2度目となる連合トザフとの戦いに終止符を打つために戦うことになる。初陣ではキラの新たな力として、モビルスーツ24機と戦艦3隻を戦闘不能にするという圧倒的な戦闘力を発揮。続く地上のオーブでの戦いでは、一度はザフトの新アスカが狩るデスティニーとレイザバレルのレジェンドの連携の前に大きく苦戦することになるのだが、負傷した体で出撃したアスランザラが狩るインフィニットジャスティスの援護で事なきを得ている。その後の最終決戦であるメサイア攻防戦では、ザフトが所有する2つの大量破壊兵器、地球連合から奪った月面のレクイエムと宇宙要塞であるメサイアに搭載されたネオジェネシスを破壊するためにミーティアで出撃。レクイエムの中継点であるステーション1を破壊し、一度ミーティアから降りてインフィニットジャスティスと共に再びデスティニーとレジェンドと交戦する。その後戦況から両機を一人で引き受けるが、最終的にレジェンドとの一騎打ちになった。その中でレイがかつて刃を交えたラウル・クルーゼのクローンだと知り動揺することになるも、逆にキラの思いがレイに迷いを生むことになり、それが決定打となって完全に戦闘不能にすることに成功。最後はインフィニットジャスティスと暁がレクイエムの破壊を行う中、本機も再びミーティアを操り、母艦のエターナルと共にメサイアの機能をことごとく破壊し、悲しい最後を迎えた後、再び世界を巻き込んだ連合とザフとの戦いを終わらせたのであった。ちなみにこの戦いで本機は歴代ガンダムでも稀な記録を残しており、なんと戦争終結までに一度も被弾しなかったという。一度も被弾しなかったという。ダメージ判定はないよね。5本。最後までノーダメージを貫いたのであった。一方で再編集版のスペシャルエディションでは、ノーダメージ判定もひっくり返っており、単に爆発に巻き込まれただけなのか、敵機から攻撃を受けたのかは不明だが、外部装甲にダメージらしきものが見られるシーンが追加されている。とはいえ全編を通して、ほとんど無双と言っていい活躍を見せていた本機であるが、本当の試練はここから始まるのである。その悪夢となるのは最終回から半年後、
おそらくコズミックイラ74年の中期頃、アークエンジェルに引き渡された本機が、ガンダムシリーズの呪いともいえる強奪事件に巻き込まれた挙句、ファウンデーション王国のモビルスーツである、ブラックナイトスコード芝に撃破されるという悲劇が起きたのである。初代フリーダムがダッシュから始まり、2代目フリーダムである本機がダッシュで終わるとか、なんて皮肉な、ははは、いや笑えない。しかし、何も悲劇だけで終わったわけでもなく、この時に後の強敵となる機体に撃破されたからこそ、本機は大きな成長を遂げ、この世界最強の機体の道へと進んでいくのだった。注意。ここからは劇場版本編のネタバレを含みますので、まだ見ていない方はブラウザーバック推奨です。ストライクフリーダム錦。3代目のフリーダムとなるライジングフリーダムが活躍する間、オーブのモルゲンレーテ社の手で、極秘裏に修復と改修が進められていた仕様。主な改修点は、胸部とウィング以外の装甲の形状を変更し、腰部のレールガン、そしてサイドアーマーとビームサーベルの形状も変更。額部分にはそのままでは何の役にも立たない新兵器を導入。腹部のビームも飛ばし取り超高インパルス砲という新たなものになり、コクピットがライジングフリーダムと同様でありつつも、シートの右側にもう一人が乗り込むことができるサブシートが付けられているなど、かなり多くの改修が施されている。また、動力炉も変更されているらしいが、詳細は明らかになっていないようである。とはいえ、フリーダムの武装は、もともとバッテリー動力では運用できない代物揃いであるため、新型のエンジンというのは、核動力をメインにしたタイプであるのは間違いなさそうである。しかし、仕様を変更した本機であっても、改修を行ったエリカ・シモンズ曰く、劇場版で対峙する相手であるファウンデーション王国のブラックナイトスコードシリーズには劣る状態であった。そこで登場するのが、キラが技術者のルルーシュラ、アルバート・ハインラインと共に開発していた、プラウドディフェンダーという補助兵装である。これはガンダム00で、00ガンダムの能力を一気に引き上げた補助ユニットである、オーライザーと同様の、合体することで進化を発揮する独立ユニットであった。こちらは小説版によると、もともとはライジングフリーダムのために作られていたのだが、劇中序盤ではまだ完成しておらず、キラとしては一刻も早く完成させたいものであった。しかしライジングフリーダムは劇中中盤で破壊されてしまうため、一度は合体先を失って、どうすんだ、これ、と言いたくなる状態になってしまうのだが、そこで極秘に改修されていた本機が登場したことで、プラウドディフェンダーは真の完成に向かって調整されることになる。そしてドラグーン兵装ウィングとバックパックを外した本機と同機が合体することで、新たな仕様であるマイティストライクフリーダムになる。劇中ではラクスクラインが窮地に陥っていたキラを助けるために乗り込み、先ほどのシバとラスボスであるブラックナイトスコードカルラとの激戦の中、フェーズシフトダウンに陥っていた本機と合体。そこで即座にエネルギーを回復させているため、プラウドディフェンダー自体にも核エンジンが搭載されているようである。故にマイティストライクフリーダムは、おそらくは核エンジンを実質2つ搭載した膨大なエネルギーを持つ機体になったのである。この仕様ではピンク色のオーラに加えて、金色のナノ粒子が全身から放出されるのだが、これがとんでもない代物で、敵機から放たれるビームを暁のようにことごとく防げる上に、アコードという新たな人種であることが判明したラクスの精神を、宇宙世紀でいうサイコミのように反応させることが可能になっている。その副産物として、ナノ粒子からは広域の電撃を展開することが可能になっており、敵機のドラグーンなどの遠隔兵器も、ことごとく殲滅可能。さらに独自武装として、本機一体だけでは何の役にも立たなかった、額に隠された武装、収束重粒子ビーム砲ディスラプターを使えるようになっている。これはオーブ側が本機とプラウドディフェンダーの合体を想定していたと思われる武装で、マイティストライクフリーダムが持つ大量のエネルギーや粒子を消費して初めて撃てるものになっている。
さらに超高速で放たれた重粒子ビームは、彼らの大型ドラグーンや大型要塞をはじめ、劇場版で最も厄介であったブラックスコードシリーズが持つ、ビームが効かないフェムテク装甲を、容易に切り裂けるほどのものになっており、悪用禁止も兼ねてか、撃つためにはラクスからの承認が必要なものになっている。もっとも、それほどのものゆえに多用はできず、相手によっては決定打になり得なかったりするのだが、そこで登場するのが普通の御霊という刀型の武装。本機はこの武装で、ラスボスであるブラックナイトスコードカルラに決定打を与えており、フェムテク装甲も破壊可能な、外見通りの一品になっている。ちなみにこれほどのモビルスーツ用の刀を作れる人間は、シード世界ではすでに個人であるウンノウという老人と、彼の遺伝子を復元したクローンと、ウンノウから刀の作り方を教わっていたジャンク屋であるローギュールくらいで、彼は外伝作品であるアストレイシリーズの主役の一人で、過去にキラたちとも接点があるため、対フェムテク装甲用に普通の御霊を作った可能性は十分ありそうである。こうして無双からほぼ無敵の機体と化した本機は、劇場版のラスボスも容易に打ち砕き、名実ともにシード世界最強の機体になったわけでもなかった。というのも、主に本編ではなく、先ほどのガンダムシードアストレイシリーズで語られた部分なのだが、全身をレアメタルオメガという金属で作ったロードアストレイ Z という機体をザフトが所有しているからである。この機体はあらゆる攻撃が効かず、倒すためには全身に使っている量以上のレアメタルオメガが必要であり、それもとある事情で普通は用意できないという、ある意味反則な機体で、どのくらいヤバいかといえば、普通に戦場に出したら、すべての機体が機動戦士ガンダムの序盤に登場した、ザクの気分を強制的に味わうことになるレベルの存在であった。そのためもし本機の普通の御霊に、レアメタルオメガが使われていたとしても、普通のやり方では撃破は不可能だったりする。それならもう最強はロードアストレイ Z で、本機は結局2番止まりじゃないかという話にもなりそうだが、意外とそうでもなく、ロードアストレイ Z は、全身が硬いだけで、本機に有効そうな機動力や火力も持ち合わせていないため、ただぶつかっただけだと本機が負けるというよりは、おそらく決着がつかないのである。しかし、本機にはどんな動きでも耐えられるキラと、相手の精神に介入できるラクスの力があるため、抱えた上で超高速で飛び回り、キラにしか制御できない景色を強制的に体験させるか、ラクスの能力で戦意をなくして終わらせるなど、中の人を何とかできるという手段がある分、実際に戦った時は本機が有利だったりする。そのため改修前から、機体性能だけでは全てを測れないところは変わっていないが、キラとラクスというパイロットの力を得て、振り返れば本機は全機体の頂点へと上り詰めていたのであった。今回の解説はこれで終了になります。ご意見感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では、次回の解説でまたお会いしましょう。